はい、毎度がきです。よいしょ皆さんおはようございます。がきです。ちょい待ちよ、ちょい待ちよ、ちょっとお待ちあれ。よいしょ。はい、今日は何曜や。今日は何曜や。今日は金曜日。しゃ来た。金曜最高。たまらんな。よいしょ。ということでね、音聞こえてるかな。音聞こえたね。はい、おはようございます。よいしょ。乾いたな。ちょっと一瞬お水取っていきます。ちょい待ちね。よいしょ、すいません。OK。ほなやりましょうか。てか、やすね、もう靴濡れとるし、なんか。昨日帰りちょっと雨に濡られて、靴濡れて、でも、靴今、なんか履ける靴が少ないんですよね。だから、ちょっと濡れてんのまた履いてきてもらった。OK。で、今日、DAY96 か。96日目です。おっしゃ。ほな、ちょっとね、ごめん、またツイッターせなあかん、これ。ツイッターでツイートします。今やっとるよと。また出た、辞任の意向や。辞任の意向の検索結果ありません。ついに検索なくなってもた。何や、辞任の意向って。なんで勝手に辞任の意向が出るのかよくわからへんけど。ツイッター。DAY96。ちょっと待ってよ。96日目。今日最高やな、金曜やな。あれ、もう梅雨入ったんかな。もう最近ちょっとね、あれなんですよね、ニュースあんま見れてないな。梅雨入ったかぐらいはっきりしたいな。入ったんちゃうかな、これ。入ったと思うよ、もうこれ。あれ、楽器用の今やっとるライブをちょっと共有します。ダンやっとるよと。間違えた。DAY96。おはヨーグルト。おはヨーグルト。勉強してるふり始めました。勉強してるふり始めましたにしよう。ハッシュタグでだから何なんこれ。使い方いまいち分かってへん。レアジョブオンライン英会話他なんや。英語学習楽器を靴濡れた。ハッシュタグって何でもいいのこれ。
OK。気持ち悪い。乾かそう。OK。ツイートします。ツイート。はい。ということでね、すいません。危ね。ツイートして。はい。じゃあ、始めたいと思います。で、今日はね、ちょっともう、やばいな、この96日目。で、また勉強したくない病気来てるな。やばいよね。誰かに言われたよな。習慣化となんか、惰性は紙一重。倍。誰やったかな。弁当将軍。間違えた。弁当大将何やったかな。弁当おじさんか。うちの会社で弁当ずっと作ってるおじさんがいるんですけど、パーマかかった。そういう人が言ってた話ですわ。いや、もうマジ惰性なってんのかな、これ。惰性と習慣化。習慣化。一応朝は来とうけど、朝は来てるけれども、はい、そんな感じでね、やっていこうかなと思って、じゃあちょっと今日は、もう勉強はいいかなって感じですね。オンライン英会話やりますよ。で、今日なんですけどね、皆さんにね、ちょっとね、お知らせがありますと。で、皆さんにね、いつも言ってる通りで、来週の火曜日か、100日目迎えますと。で、そこに向けてちょっと、いくつか、なんか面白いことやろうかなと思ってますと。で、これ面白いことなんのかな？面白いことにならへんかもしれへんけれども、なんと、ででん、映せへんな、ここで。やばい、映せへんけれどもいいや。面白いことになるかは全然不明ですと。なんですけど、このね、日曜日に何かをやると言ってましたよね、朝から。それをちょっとじゃあ公表したいなと思います。なんと、その日は朝から英語の文章50個覚えます。なんじゃそりゃって感じなんですかね。通称帰れまてん。終われまてんか。英語の文章を50文覚えるまで終われまてんっていうね、そういう企画をやりたいと思います。で、開始は朝の10時。10時からなんかテンさんがそんなに言ってたんやけど、そういう企画をね、やろうという形で言われてます。その内容のところね、ちょっと今テンさんの方が詰めてくれたりいろいろしてるんで、ちょっとね、じゃあどういった内容を覚えるんかとか、その辺はちょっとまだなんですけど、実際にね、そういう企画をちょっとやろうかなと思ってます。英語の文章50個やで。どんくらいの長さかにもよるけどさ、そんなな、パラグラフみたいなやつは絶対覚えられへんけど、1文ぐらいで50個ぐらい覚えれるのかな。だからそれをいつもやってるリード&ルックアップですかね。楽器を好きやってよく言ってるし、で、楽器をが、今くらい英語話せるようになったのはもう全部暗記やみたいな、すごい偏った、勉強方法をね、よく言ってるんですけれども、だからこんくらいしか逆に喋れへんっていうところもあるんですけど、その楽器の英語の勉強の原点的なね、50センテンス終われるまで終わればてんっていうのをやろうかなと思ってます。だから10時から始めて、もしかしたら1時間で絶対終わらんな、2時間3時間で終わるかもしれんし、4時間5時間ないしは6時間7時間がかかるかもしれへんな。そういったね企画っていうのをちょっとやっていこうかなというふうに思ってますんで、皆さんね、でも日曜やからな、忙しい思うねんな、みんな。何かしらね、家族と会ったり友達としゃべくったりしてて、あんまねくっちゃべるっていうんかな、あんま時間もないかもしれないんですけども、ぜひ日曜日の10時ぴったし、今日はそのチャレンジを開始したいなと思いますんで、ぜひね来ていただければなと思います。やすさんおはようございます。そう、金曜日なんですよ。TGIF
Thank God it's Friday. いやって感じでね。やすさんも今週の日曜日10時から英文50個覚えるまで終われませんっていうのをやりますんで、10時からずっとライブ、もしかしたら夜中までやってるかもしれんな。いやいや、それはちょっとやばいな。まあ早めに終わりたいんですけどね。2時間3時間4時間5時間ぐらいはやる可能性が大です。なんでちょっとそういった感じでね、楽器をやっていくんで、皆さんもしよろしければ日曜日10時から楽器をそういった勉強をやるんでね、皆さんも時間ありゃ一緒に勉強していただければなというふうに思っております。はい、よいしょ。やろうか、勉強やろうか。勉強チャンネルやしな。いやでもこのジェイソン・スミスまたやんのか。ちょっとジェイソン・スミスきついな。ジェイソン・スミスあんましたくないな。まあそう言ってもね、やっていきますか。はい。で、そっか、あと日曜日はそういうのを朝からやります。で、火曜日の方もそうね、日曜日かな、もしくは月曜日ぐらいに案内できたらと思うんですけども、その日は夜8時からレッスンで、8時からレッスンして最後終わりの会っていうのをやろうかなと思ってますんで、100日間終わりの会をね9時からやりますんで、皆さんまたそっちもね、来れたら来てほしいなと思います。もう楽器はその日はもう飲もうかなと思ってますんで、火曜日8時のレッスンは飲まずにやろうかな、最後やしな。で、いつや、火曜日のそうね9時終わりの回、フィナーレ的なね、そういうのをちょっとやりますんで、そっちもまたね、いつやろうな、日曜かな月曜かな、その辺にはちょっとみんなに告知できるようにしたいなと思います。はい、じゃあやろうか。勉強チャンネルや、勉強しよう。ちょっと音読祭りするか。祭りしますか。ちょっと待ってね、これ先生とのレッスンだけ準備しておこう。6月の今日は何日や、4日やろ。これか。最高やな、今日金曜日。気持ちはやっぱ金曜ってなんなんやろな、これ。そりゃみんな金曜に感謝するわ。おお神よ、今日は金曜やって言ってるの TJ。 OK、 準備 OK。 ほなやろうか。やばい、お腹減ってきた。めっちゃ減ってるめっちゃ減ってる。レッスンシーン、レッスン教材 OK。 はい、ほなね、この教材やっていこうか。Article, read the article below and answer your tutor's question。 はい、ほなやります。音読祭り。やばい、マジお腹減ってる。昨日夜てか夜食わんかったな。俺音ならへんやん。どうしたんこれ。ちょっとバグってますねこれ。ちょっと待ってよ、調子悪い。調子悪いで、しかし。For fixing one student's problem in a creative way. じゃあ行きます。ここから行きます。プリンシパルジェイソン・スミスから行くでー。音読祭り開始。 In school, Principal Jason Smith is being praised for fixing one student's problem in a creative way. 8th grade student Anthony Moore disliked his new haircut, so he came to school wearing a hat. Hats are against school policy, but instead of punishing the boy, Smith tried to understand his situation. The principal realized that Moore was afraid of being laughed at, so he offered to fix Moore's haircut. Smith had experience in haircutting, and he showed Moore old pictures of himself cutting hair.
At first, Moore was unsure about the offer, but after asking his parents for permission, Moore let Smith cut. やっぱやり慣れてへんところはこうなるね。ちょっとなしでやってみるか。Smith had experience in haircutting. 何これ experience に in 何々 ing でそういう意味なんの Smith had experience in haircutting. And he showed Moore all the picture of himself cutting hair. At first, Moore was unsure about the offer, but after asking his parents for permission, Moore let Smith cut his hair. 一応やっぱ親に承認取ったんや。まあそうやな。学校でいきなり息子髪型変わってきたら焦るわろ。モンスターペアレンツやったらなんでやねんって言うよな。校長が切りましたとかって言ってられへんわ。なんでやねんってなるわ。Moore let Smith cut his hair. The boy, やばい、分かってる。今日なんかランチ、あかん、ちょっと待って、これ終わったらすぐ食おう。The boy then went back to class without a hat. やばい、めっちゃお腹減ってる。うどん食いたいな。朝からうどんがっつり食いたい。吉野家とかあったらな、すぐ近くに。ほんまそんな気分や、今日は。やばい、お腹めっちゃ減ってる。どっかないかな。駅の方まで行かなあかんな。The place 行こうかな。The place 行ってもいいよな。金曜やしな。頑張ってたしな。The principal realized that Moore was afraid of being laughed at. どこ読んでんねんこれ。Moore let Smith cut his hair. もう全く集中してへんの分かりますねこれ。わけわからんこと読んだから今。どこやMoore let Smith cut his hair. The boy then went back to class without a hat. 感動的なストーリーや。少年はハットなしで帰れたって。シャンプーでもできてへんやろな。ちょっとそういうとこ気にならへんのかな。まあ、ガキ用の行ってる美容室もね、シャンプーないっすよ。安いところなんでね。でもそのままクラスに戻りたいな。ガキ用だから家帰っていつもシャッてこうすぐ浴びたいですね。A photo of Smith cutting Moore's hair went これな。went viral ってこうスプレッド拡散って言うたな確か。A photo of Smith cutting Moore's hair went viral on social media. これか。俺が昨日見たやつはソーシャルメディアに載ってたんか。ジェイソン・スミスとこの少年なんやモア少年。これがソーシャルメディアに拡散されたやつね。And many people praised the principal's creativity. They said that giving a boy haircut was more effective than the usual school policy of sending students home or giving them a suspension. Suspension 休学停学やったかな。停学やな。さすがに休学させへんか。めちゃめちゃ厳しいな。帽子かぶったとかで休学。それは何や。停学やな。One Twitter user also praised Smith for understanding how looks can affect self-esteem, especially for teenager. ガキが昨日ヘアカットの話でティーンネイジャーはセルフエスティームにすげえあれやって言ってたけど、なんか自分の意見っぽく言ってたけど、これ記事に書いてあったんか。なんかどっかで見たんやなやっぱ。だからどっかで見たというか一回読んでるからな。なんかあたかも自分の意見みたいに言ってるたな昨日。そんな自分が恥ずかしい。ちょっと一旦これ消そこう。OK。ちょっと1倍でやろうか。スピード落としてやろう。やばい、お腹めっちゃ減ってる。何これ。やっぱ晩飯食わなあかんなこれ。そりゃそうよな。昨日のお昼から食ってへんことになるからな。ちょっとおやつ食ったかもとは置いといて。ちょっとじゃあ最初から音読やります。As being praised for fixing one student's problem, a boy, Smith tried to understand his situation. The principal realized that Moore was afraid of being laughed at, so he offered to fix Moore's haircut. Smith had experience in haircutting, and he showed Moore old pictures of himself cutting hair. At first, Moore was unsure about the offer, but after asking his parents for permission, Moore let Smith cut his hair. The boy then went back to class without a hat.A photo of Smith cutting Moore's hair went viral on social media.
and many people praised the principal's creativity. They said that giving the boy a haircut was more effective than the usual school policy of sending students home or giving them a suspension. One Twitter user also praised Smith for understanding how looks can affect self-esteem, especially for teenagers. これスミス校長は親になんて取ったんやろな、許可な。めちゃくちゃおもろいよな。要はお宅の息子さんがちょっと帽子かぶってますと、申し訳ないんですけれども、帽子はちょっと学校のね校則でちょっと違反してて、ちょっと私校長としてこの状況をちょっと受け入れることは申し訳ないんですけどできません。ただこんなダサい髪型で帽子取らせるのはちょっと私としてもそれは彼の自尊心を傷つけるなと。いや、それはさすがにできないと。実は私髪切ってた経験があるんで一回切らしてもらっていいですかねっていうような許可。すごい許可取っとんなこれ。でも見て、 Moore was unsure about the offer. モア少年もやっぱ最初はモアこっちが髪切ってあるからって言って来て、それに対してマジで今ここで切んのみたいな雰囲気になったんよな。やけどここに書いてますと、 But after asking his parents for permission、 だからこのスミスが校長が許可取ったんや。さっき言った通りね、お宅の息子めちゃくちゃダサい髪型してると。だからそれをさらに隠そうと帽子をかぶるというこの暴挙に出てますと。校則をめちゃくちゃ破ってると。いやこれはもういかんと。だからわしが髪切るって言ったんやろな。で、but after asking his parents for permission 取りました。Moore は let Smith cut his hair。 このレッドなんか嫌やな。モアはスミスに髪を切らせたみたいな。なんかもうモア少年選択肢なかったんじゃん。ないよなこれ。どうしてて、一つは校則違反やって言って家に帰らせるか停学みたいな言葉で書いてあるよねこれ。これちょっとなんかスミス悪いやつ説あるな。この中2の少年をお前家帰るかって、もしくはお前停学やぞと、もしくはわしが切ったるわって言って、その後何これ切った後やろ。 More hair cutting more hairs Moore's hair went viral on social media。 ソーシャル SNS で拡散しよったんやろ。これスミスやってたらもう確信犯やな。こうなんか少年の自尊心を助けたみたいな今声上がってるけれども、逆にこう少年を利用して自分の SNS をバズらせようとした超悪ジェイソン・スミスの可能性出てきたなこれ。まあね、こんなところあれしてもあれなんですけど、あきこさんおはようございます。ありがとうございます。いつもあきこさん、あと残りいつや、残り勉強としては今日月火で終わり、レッスンとしては。で日曜日、後でサイボーズでもこう共有ガンって会社にしますけれども、朝の10時から文章を50個覚えるまで終われまてんっていう企画やりますんで、ぜひあきこさんの周りの方、チームの方、いろんな方に10時日曜日がきょみやっていうのを言ってください。はい、これはねジェイソン・スミスが悪い先生説が出てきた。一気に面白いですね。この背景を読み取ろうとするとジェイソン・スミスのいろんな面が見えてきましたこのなんなら彼は褒められてますよ。すごいクリエイティビティのあるいい校長やっていうふうになってるけれども、で一部ではこう若者のそういった自尊心を傷つけないジェイソン・スミスはすごいと。ジェイソン・スミスってなんかもう名前も悪いやつに聞こえてきたな。ただこのジェイソン・スミスはもしかしたら悪いやつやったかもしれない。でモア少年もやし、モアのペアレンツな許可取ったっていう人も、もうお宅の息子はもう校則破ってるぞ、家に帰らせるか停学か、もしくはわしが切るかよ。
そりゃ切らされるやろ。そりゃ切ってくださいって言うやろこれ。モア少年、しかもこれみんなこれやと思ってるでしょ。モア少年全然ちゃうからね。なんかもう言い方あれですけど、めちゃくちゃ少年ですよ。ほぼ坊主みたいな。あれ坊主にされたんじゃん。しかもこのジェイソン・スミスっていうのをあれで検索したら出てくるんですよ、ネットでね。学級昨日やって見てみたんですけど、そしたらなんかジェイソン・スミスが確かに切ってるシーンが映ってました。でジェイソン・スミスもは置いといて、モア少年はなんか本当にコロッコロしたなんかもう少年、無垢な少年でさ、じゃがいもみたいな、みんなじゃがいもみたいな時ってあるじゃないですか。今日も小6の時じゃがいもみたいな顔してましたけど、まあまあ今もじゃがいもって言われたら申し訳なくなるんですけど、じゃがいもみたいな時あるじゃないですか。このモアもじゃがいもみたいな時にやられとるんですよね。はい、まあそんな感じでございますと。はい。小梅さんおはようございます。ありがとうございます。小梅さんも今週の日曜日朝10時からガキを、センテンス50個覚えるまで終わりませんっていう企画やりますんで、ぜひ遊びに来てください。日曜日、10時。まあね、最初から見れへんと思うんで、ただ楽器は多分その後2、3時間、4時間、5時間、6時間、7時間ぐらいずっと一人ライブやってます。これはまたツイッターとかでもね、告知させてもらうんですけれども、日曜日やってますんで、ぜひ遊びに来てもらえたらなと思います。皆さんよろしくです。はい、やばいな。どうしよう。レッスン来るやん。レッスン来るやん、これ。レッスン来るやん。レッスン後俺らい。どうしよう、レッスン来るやん。レッスン後俺らい。ラッスン後俺らやけどね。レッスン後俺らい。レッスン後俺らい。あったな、なんか。どうしよう、レッスン来る。まずいまずいまずい。何今日話そう。もうちょっと、ヘアカットとスクールドレスコードで話すことないねんな、マジで。ほんまに。なんなら逆に先生も飽きてる感じするしさ。小梅さんありがとうございます。午後少し覗けるかもです。ぜひぜひ、ちょっと楽器がちゃんと勉強してるか見張っといてください。大輔さんおはようございます。大輔さんも日曜日朝10時からアンリミテッド YouTube ライブやってますんで見に来てくださいね。健介と新介、大輔3人揃って。もうどうしよう、ちょっと待って。レッスン何しよう。フリーカンパセーションしてくれって言おうかな。やばい、ちょっと入ってもた。部屋。まだいいんか。まだ入らんでいいのか。やばい。やばいやばい。楽器のあれが見えてる。ちょっと一旦ここで寝かせよう。もうちょい待ちますね。あと30秒。あんま早く入りすぎるな、先生も。今日何のフリーカンバセーションしよう。いや、フリーカンバセーションって言っても毎日話してる先生だからもう話すことないねんな。今日何について話そう。やばい、お腹減ってるからもうお腹減ってることにしか出てこへんな。モーニングルーティン。先生のモーニングルーティン聞いてみるか。モーニングルーティン、デイリールーティン。なんか聞くか。もう今日勉強したくないって言おう。I don't want to study anymore. なんかバグってるレスし。Hello. Hello, hi, how are you? Hi, I'm good. Nice to see you again, Gakio-san. Nice to see you. Yes, it's Friday again. Yeah, Friday. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. I agree. Yeah. So, Gakio-san, were you able to find your picture when you still had brown hair? Actually, that time it was my student
when I was a university student. Sorry, I forgot to bring it. That's okay. But probably, this photo was saved on my previous phone. So Previous phone. yeah. That's a lot of phones. Yeah. So now, I have a currently iPhone, right? But Yes. maybe several generation back, so maybe I can't find, but I might have, so probably let me check. Sure. That would be great. That would be cool. Yeah. Then tutor Angie, today I have do me a favor. Sure. Today I don't want to study anymore, so just have a free conversation. Sure, no problem. I think that's the same type of lesson we did last time because it was a Friday. Yeah. It's Friday, so I don't want to study anymore. That's totally fine. Yeah. Then listen, in this Sunday, starting at 10 a.m., I'm going to have a YouTube live. Then what I am doing is I'm going to memorize 50 English sentences. It's really, for me, it's a very, hard challenge. So, until memorizing all of the 50 sentences, I will not finish the YouTube live. So I'm not sure how long does it take. It might finish around 2 to 3 hours. But if, I'm not focused on to study, probably it's going to take around 5 or 6 or 7 hours, of course, including my lunch break. So, so if you have time, just drop by my YouTube streaming on Sunday. Okay. Yeah. Sure. Yes, Sunday I think is okay. Yeah. Yeah. If I don't have any lessons. Yeah, right. So 10 a.m. 10 Japan a.m. time? JP time, yep. So it's starting at 9 your time. Right, early. Yeah. So where will you get those 50 sentences that you are going to memorize? So what's your question? Which sentences? Yes, where will you get those 50? The list. I think it's probably from the material of the Raw job. In this YouTube channel, me and one partner is making this YouTube channel. So her name is Ten-san. Ten-san. So actually, she is working with me about making this YouTube channel. So now she is preparing about what kind of sentence do I memorize. The sentences. I see. Yeah. So this is a kind of my last challenge of gaきチャレ100 days. It's 98 days on this Sunday. So this is part of the 100 days challenge. Yeah, it's kind of. Yeah. I see. 頑張ってください、ガキオさん。ありがとうございます。Yes. Well, let's hope Ten-san, choose this very good sentences. So, Yeah, I hope you don't have so much hard time. Yeah, I hope it's an easy one. Yes. I wish you good luck, Gakio-san. Thank you. Yes, good luck to your brain cells too. Yeah, thank you. So today I would like to know about your, your working style in the Philippines. So I know you're working as a Raw job tutor. That's right. So let me ask you some questions. So basically, what day is your day off? You have an exact day off or? Actually, no. No? I don't. Wow. Yes, because
As you know, working with Rare Job is a very flexible type of job, so we can work anytime. As long as, it's between 5 a.m. to 12 midnight Philippine time. It's So, good. yeah, sometimes I don't work like long hours, like consecutively because it's really tiring. Yeah, that's right. Yeah, so sometimes I work a little bit in the morning. If I don't have errands in the afternoon, I also work a little. And then evening lessons as well. So before, like maybe many years ago when I started with Rare Job, I used to work a lot. And I used to have a lot of lessons, like all day consecutive, maybe 10 hours consecutive. Wow. Before. Like that's around 20 lessons, 21 lessons like this. So that's really tiring. Yeah, right. Yeah, especially here. I understand. Yes. My throat really suffers a lot. So, yes. I don't know how other tutors do that. I don't know how tutor Casey do that. But yes, long hours is sometimes, very tiring. And there was a time I got sick. Like, I lost my voice. Oh my God. Like, really? Yes. Like, I didn't have a voice for... my voice for 2 weeks. Wow. Is that 2 because weeks. of you used your voice too much? Maybe. And I also got sick. I don't know which is which. So yes, I got sick. I think I had the flu at the time. Okay. So that, and then after that, I was scared, to lose my voice forever. So since then, I tried to do my lessons a little bit differently. Okay. And I also, before I used to probably open lessons a day before. Yes, the day before. But nowadays, I open my lessons like a few minutes before. Because I want to make sure I'm here. And in the Philippines, Gakio-san, the electricity, the internet connection, they're not that stable. Yeah, right. Right? So before, I was scared to open lessons during typhoon season. I understand. So I had to like open lessons slowly. Like probably 2 lessons every hour just to make sure. I got it. Yeah, my internet is still there and there's no power shortage. Okay. I understand. So, yeah. So nowadays I work like that. So these days, sometimes I don't take like the entire day off. So, yeah. So instead, I work a little bit, let's say in the morning, and then I'll do something else, like probably take a day off or rest. Watch something and then work again the evening time. So yes, I don't really have that specific day off like, every Saturday I won't work, because sometimes I still work on a Saturday, I still work on a Sunday. Yes. Wow. So it depends. Depends. But actually, that working style is a really nice. I mean, it's a really, how do I say, we can do their work at the same time we can do our private. So this balance is really nice because you can choose, right? Yes, I think the best part, Gakio-san, is I think a lot of Rare Job tutors would agree. The best part is when you have to do errands, like for example going to the bank. These type of errands are something that you can't do on the weekend so much. Because, well, there are banks open on Saturday, but a lot of others are not. So it depends on your bank. But yeah, most of the time, you can't really, go to the bank this day. Or if you want to, let's say, do other things that is government related, like you have to fix your tax. So their offices is usually Mondays to Fridays. Yeah. Office hours. Yeah, right. So if you're a regular employee,
you probably can't do that. You have to take a day off, Yeah. right? Use Yeah. your sick Yeah. leave or vacation leave to Yeah, go. right. But as a rare job tutor, you can go there and fix whatever you need to fix and do whatever you need to do anytime you want. So Okay. So my next question is, how long have you been working with Rare job, and why did you choose the Rare job? Ooh, very good question. How- Well, I think I've been with Rare Job for 8 years now. 8 years. Okay. Okay. Yes. So 8 years ago, are there any competitor of Rare job? I mean, they're a kind of the same working style like a Rare job. Same working style if you're trying to say like a work from home setup. Yeah, not really. I mean, they're kind of the teaching English Teaching. by online. I see. I think Well- around 8 years ago, it's not so much major of this industry. Not yet, I think. But I nowadays, think Rare Job is the first. yeah, right? right. But nowadays there are lots of competitor, right? True. Do you have any friends who are working with their competitor of radio? Oh, yes, I do. Yes, I do. I know one. Yes, I know one. But I forgot which company, though. Okay. I forgot the name. But yes, I know. But I think they're a little bit different. They're open 24 hours. I got it. I heard. And I think some other companies, well, like unlike Rare Job is more focused on like the Japanese market, Yeah, right. like Japanese people or people who lives in Japan, Yeah, right. right? But I think the other competitor companies are more focused on other countries like China. So there's this one company specifically. Their majority of their clients are Chinese Okay. people from China or kids like that. Like they're specializing in kids maybe. So a little bit different. Yeah. Yes. Another company I've heard of is probably they're focusing more on only like business English strictly. Yes. So a little bit different, but yeah, the same setting, teaching. Yes. So yeah, this industry is really very becoming popular among the Philippines. Yes, because it works, right? And many people needs English education, Yeah, and this right. is yes a good way, very flexible, and a lot of students tell me probably one of the best things about Rare Job is it's cheap. They said for Yeah, them, yeah, yes. right. So Yeah, that one is really good. I think so. Yes. Okay. So why did you choose working with radio? I mean, 8 years ago. So 8 years ago, I mean, 9 years ago. What did you do? 9 years ago. I think 9 years ago I was also working in the financial industry. So I actually started really young in the financial industry. But then I think it was tough because at the time, the office was in Makati City. You know Makati, right? Yeah, I know. Yes. So it's a bit far from my place. And the daily commute was really tiring. By bus? I used the van. Okay. You know UV Express? Yeah. I know. It's not jeepney, not bus. It's van, right? Yeah. The white van, like Nissan Urban or High Ace, like this. Yeah, right. I know it. Yes. So I used to, well, it's quite comfortable, probably more comfortable compared to the jeepney, Yeah, right. right? Because jeepneys don't have air conditioning usually. Yeah, right. And also bus, they don't have air conditioner sometimes.
Sometimes, yes, there are bus like that. And then also, bus is not comfortable in sitting on the bus because, like this. Like a roller coaster. Yeah, yes. right. I know it. Yes, like a roller coaster ride. But yes, I was probably still lucky enough because in my place, the most common mode of transportation is the van going to Makati City or Ortigas City, for example. Okay. Yes, it was quite comfortable, but still, very tiring because it takes a long time. Like sitting down for an hour and a half, sometimes 2 hours, is really tiring. Even if you're not doing anything and you're just sitting down, it's very tiring. The feeling was kind of draining. Yes, and probably at the time it was a very good timing. I was getting tired of that daily routine, and then my cousin's ex-girlfriend at the time, she told me about Rare Job. Ah, your cousin? My cousin's ex-girlfriend. Ah, okay. I understand. Past girlfriend. Okay. Yes, she told me about Rare Job because she used to be a student from University of the Philippines. Okay. My cousin was from University of the Philippines and they met there. So if you know the history of Rare Job, Gakio-san, at the beginning, Rare Job tutors are UP students. Yeah, right. Only. Yeah. Right? Many years ago. So it started there. She used to be a Rare Job tutor, but when she started working, she got busy, so she doesn't teach anymore. But she told me about the job. Like when we were just talking, out of nowhere, she just said, "Hey, do you want to try this type of job?" So she explained. And at the time, Rare Job was very simple and very few type of lessons. So she said, you're just going to talk to Japanese people like they're your friend, or you're going to read daily news article. So she said it's easy and fun, and you can work from home, she said. So it was very appealing for me at the time because I hate the commute. Yeah. Right? I'm starting to hate the commute. So I said, okay, I'll give it a try. And then I was able to pass, and I started to love it because, as you know, I like Japanese anime. So, yes. So it was fun talking to a lot of Japanese people. Yes, talking about culture, and I learned a lot about Japan. As I move forward with Rare Job. So that's how, I started. I got it. It's interesting. Yeah, there is a very long story because you're working as a Rajab almost 8 years, right? 8 years, last March. Actually my now, work anniversary. Yeah, now it's really getting common, the working style as a remote worker. But 8 years ago, probably it's not still common. As you said before, that this industry also it's not famous, even though among the Philippines. So yeah, it's a little like beginning of a kind of new working style. True. I think that's where they got the name from, like Rare Job. Yeah, right. Rare Job. Yeah, yes, it's it suits job very well. of rare. Yes. So my next question is, have you ever met any student who not Japanese? I mean yes. Do you? For example, like someone is living in Japan, but they are not the Japanese. So they cannot speak Japanese, but they are using the Rajo. Oh yes, I have. But most of them can speak Japanese too. Okay. Yes, because they've lived in Japan for quite some time already. So I've met like Koreans. Okay. Koreans, probably because they got married with Japanese. Okay. So they live in Japan. Yes. I've met Chinese people as well.
who lives in Japan for a long time now. Mm-hmm. So I think probably they moved there in their university days and then started working in Japan. All right. So they stayed. So yes, I've met people who are not Japanese but are students in Rare Job because they live in Japan. Okay, all right. By the way, the tutor Casey posted on the YouTube. A student said he likes Raja because he can take a class anywhere. One time he took a class while working in a Litchfield. I could hear his footsteps on the mud as well as the window. That is so cool. Yes. Yeah. But that's actually true, Agakio-san. Yes, I've also had many experiences like that. Like I had students who was in a bar Wow. drinking with his coworkers, but he still took my call. It's so cool. It's so cool. It was actually fun because he was like, everybody was saying hi. His coworkers, they were in a very good mood. And it was Friday night. Wow. So, yes, it was fun. I missed such a day. like today. Also, I've had a student who was taking a bath. Wow. But he didn't open his video. He just said that was his relaxing time and he's multitasking. Yes, he's multitasking. Yes, like this. So yeah, students in cafes, that's quite common. How about in the outside? I mean, for example, like working or running. Do they have? Yes, I've had a student. He was on his way to his university. When we were talking, he was walking. I also had a student who was on his way back home from the gym. He was riding his bicycle. Yes. Wow. Yes. I've also had a student who was in the train station. He was waiting for the Shinkansen. And he showed me how to buy drinks from vending machine using Suica. Yeah, it's actually nice because for Filipino people, they can learn the how to we live in Japan. So it's a kind of exchange language at the same time, but we can change the the culture and the working or lifestyle. So that one is very actually, good. I agree. Like I enjoy those kind of lessons so much. Yes, I've also had one student who took me on a tour in a castle. In the castle? Well, yes, I just forgot which castle, but that was around springtime. So he took me in the castle. Like he paid for entrance fee. I saw the woman, and he walked around. He showed me the view. That one is really good. I agree. Yeah, actually, the Rajab tutor. So you are the tutor. So you are the sensei. Teacher, right? So I think as a Rajab policy, probably they don't allow to you guys to have a lesson not in front of the PC. I mean, for example, like tutor size. For example, you can also have a lesson from the mobile, then outside. But actually, the student side, we want to see the Philippine working right-hand side. So probably, but this is a study for us. So I think it's not actually great. However, I'm sure definitely there is some demand for Japanese side as well. They want to see the how tutor surviving, how tutor living in the Philippines. Or Filipino culture, maybe. Yeah, right. How to ride the jeepney, Gakio-san. Yeah. Para po. Para po, bayad po. Yes, bayad po. You did that really well when you talked about Philippine transportation. Yeah. Yes. Thank you for pointing out my correction. Yes, I agree, Gakio-san. Unfortunately, tutors are not allowed to use mobile phone in teaching, only PC or laptop.
even tablets are still not allowed for us. Really? Unfortunately. So we can't take you on a tour, even if we want to. Yeah. If I don't Yes. concentrate. If I don't concentrate. Oh, it's already Yes. time. Are you okay? Unfortunately, yes. But Gakio-san, can you say that again? Concentrate. Concentrate. Good job. Concentrate. Okay. So anyway, it was fun as usual. Gakio-san, I Yeah, hope thank you you. had fun too. Thank you for very interesting questions. All right. Thank you. Yes. And yeah, of course, I'll see you soon All on our right. next lesson. Yeah. Maybe see you on Sunday. Yeah. Thank you. Yeah, take care and stay safe. All right. Bye bye. Bye. See ya. はい。ということで終わりました。もうね、勉強したないって言うて、今日金曜やしって言ったら、あの先生に言われたな。あんた前もそんなに言ってんかったから金曜日って言って。先生もね、同じ先生で回したりしてるんですよ。何人かでね。だから、前もそう言ってたんやなって、まあ、ありますよね、勉強したくないとき。でも、勉強したくないときに、今ね、ちょっとフリーカンバセーションみたいな感じで、先生がいつからレアジブで働いてるのかとか、きっかけであったりとか、レアジブの競合って誰がいいのかとかな、その辺聞いてましたね。すいませんね、レアジブの営業みたいな感じで聞いちゃってたんですけど、面白かったなって感じですね。あとは先生がどういった生徒さんと会ったかってね、たまにバーで飲んでる生徒さんで飲み友達を紹介してもらったりとか、あとはベンディングマシン、日本の自販機でどう買ってるか、日本人が向こうは自販機ないですからね。だからね、レアジョブってその勉強するだけちゃうくって、やっぱその文化の交換っていうのもすごいいいと思うんですよね。できたらなんですけどね、これ僕が言ったらあれなんですけど、やっぱフィリピンの人の生活も見てみたいなっていうのはあるんで、だからそこはもしかしたら僕のね、微力ながら役目かなと思ってるんで、もっとね、フィリピンの先生に彼らの生活が分かるような動画とかね、上げていきたいなっていうふうに思いますね。多分皆さんも知りたいと思うんですよ。フィリピンの人が何食ってんのかとかもやし、どんな生活してんのかっていうのね。ただレアジブの先生は先生なんですね。だからパソコンで教えるっていうのは基本で、そうやって基本的にそうやってね、モバイルとかで教えちゃダメっていうルールになってるんで、それはできないから、だからね、そういったところに密着した動画、多分みんな興味あると思うよね。要は自分の好きな先生、なんていうかな、いつも受けてる先生がどんな生活してるのかってそこなんか見せたいな。なんかできへんかな。やってみたいなっていうふうに思いましたね、普通に。はい、ありがとうございます。皆さんおはようございます。雨ですね。今日も帰宅したと見ます。すいません、いつもありがとうございます。今日は雨なんですよね。全国雨言ってました。今日来るときはまだこっちは東京は降ってなかったかな。昨日の夜ちょっと降ってたんですけども、でも多分帰る頃降っとるんやろな、嫌やなって感じですね。森 T71 さん、初めて見たけどテンション低めだな。朝だもんね。すいませんね、ちょっとねテンション低いんですよ。いやちょっとねはい、このライブをね初めて見ていただいたって方、すいません、ありがとうございます。嬉しいです。通常のね動画と比べたら楽器こいつテンション低いなっていうふうに思われるかもしれないですけど、要は1年ね今ねこの動画やってますよね、 YouTube で。最初の頃ね、はい、前だ楽器ですっていうのやってたんですけど、あれ疲れるんですよね。そんな疲れることせんでええやろなと思って、最近は。だからもうこんなテンション低いっていうかね、これが普段の楽器用なんでしょうね、多分。ただ仕事の時とかでもね、やっぱね最近プレゼンとか、オンライン説明会とかあるじゃないですか。そういうの多いんですよね、仕事で。要はレアジョブ英会話を導入してくれた企業さんの、例えば30人の人がオンラインで集まってその人にやる。その時はね結構ね比較的、はい、前で楽器です波のはいかんかな。でも、はい、皆さんこんにちはみたいな感じでね、ちょっとねこんにちはってちょっと若さ出していこうかなって、ちょっと元気でさ出していこうかなって、そういう感じではやってますよ。ただな、ちょっと朝のレッスンまではな、ちょっと朝のレッスンまでは元気出せへんなと思って、ちょっと元気はちょっと控えめやろうかなと。そういうね仕事の勝負とかね、もしかしたら勝負的な動画の時はちょっと元気出そうかなと思いますけど。
小梅さんありがとうございます。やりたくなくて葛藤しながらも続ける楽器さん見てる親近感です。私も頑張らないとと思います。いや、まあそうですよね。そうね、親近感持っていただけるのはまあ嬉しいですし、まあね、でもみんなそうなんじゃないですか。やりたないっすよね。なんで金曜日朝からやってんのと思うもんな。金曜やで金曜ぐらいゆっくりしたいわとか思いますけれども、みんな多分ね何かしらあると思うんですよね。まあ英語勉強してる人ってまあお仕事が忙しいシーズンもあるし、曜日もあるかもしれないし、あとは何やろうな、まあプライベートですよね。今はなかなか外行く機会も少ないかもしれないですけど、ただ今後増えてくるでしょうし、友達と飲みに行ったりとかあったらもうやりたくないってなるんですけど、やりたくない時はね多分ね教材やらんでいいと思います。教材も嫌じゃないですか。もう嫌っすよ。楽器もあんな型に決まったヘアカット、ジェイソン・スミスのことを話すなんて。何やジェイソン・スミスって。ムーン少年なんかあんなもん知らんしと思って。あんなもねやりたくなくなりますよね。まあ最初の何回かはいいよ。ただ何回もやってるともうやっぱしんどくなってくるんで。でも楽器がおすすめするのは何回もやることなんですね。ただ何回もやってたら飽きてくるタイミングがあるから、その時はまあ教材変えてもいいと思うし、で飽きてもう今日無理やと思った時はもうフリーカンバセーションでいいと思います。先生に、I have some questions, one question, second question, third question っていう感じで質問攻めしたら先生いろいろ話してくれて、でなおさら普段仲いい先生とかやったらなんか知りたくなると思うんですよね。先生の生い立ちからね、家族構成なんかいろいろ、そういう時は普段習ってる表現を使ってそういったコミュニケーションしてください。もう英語っていうのは勉強するためじゃなくてコミュニケーションするためのね英語なんでね。だからそこで力試しも兼ねてやっちゃっていいと思います。だから、やりたくない時はやりたくないなりの勉強っていうのが多分あると思うんでね。まあ勉強って言ったらあれやな。まあそんな感じですね。はい、じゃあね、8時2分になりました。はい。はい、じゃあね、今日はこれで終えていきたいと思います。で、今週はこれで終わりと思わせて、日曜日、10時からね、やらせていただきますんで、朝の10時ね。皆さん入れるタイミングで覗いてみてください。楽器を、この楽器チャレ、もうすぐ終わるかな。100日、来週の火曜日で一旦終わります。で、その間にね、100キロチャレンジとかもやりましたけど、今回のチャレンジをね、ちょっと最後、DAY98 に持ってくるらへんかね。いい感じでしょう。天さんと一緒に考えてますんで、ぜひその終われま10見てください。天さんの10で終われま10になってます。ミズ10からのねミッションっていうのをクリアできるまで楽器は終われないので、まあ50問ぐらいいけんじゃないかなと思うんですけど、これ余裕こいてたら終わるよね。OK。まあそんな感じで日曜日やりますんで、ぜひまた遊びに来てください。小梅さんありがとうございます。皆さんありがとうございました。ほな、今日は TGIF なんで、皆さんも仕事早く終えて、お酒好きな人は飲んで、Netflix 好きな人は Netflix 見る、そして寝る、そして日曜日朝10時には楽器のとこ来るということで、はい、終えていきましょう。じゃあ、また、さよなら。最近さよならなって思ったな。